データの先に見える世界のリアル。貯金が全くない。そう聞くと多くの人はこう思うかもしれない。それはその人の意志が弱いからだと。浪費癖がある、計画性がない、だらしないと。だが本当にそれだけが理由なのだろうか。実は貯金ゼロの人にはある共通点があることが分かっている。それは性格ではなく、見えている世界そのものの違いだ。お金がない状態は人の脳の働き方を静かに変えてしまう。これは精神論ではなく、科学の研究が示している事実だ。貯められないのは意志が弱いからではないのかもしれない。そもそも貯めるための余裕を奪われているからだ。今回は貯金ゼロの人が見ている世界をデータで覗いていく。そこには自己責任という言葉だけでは片付けられない構造があった。まずは貯金ゼロが本当に一部の人の問題なのかを確認しよう。チャプター1、貯金ゼロは誰の問題なのか。貯金ゼロなんてごく一部の人の話だろう。そう思いたくなるが、データはあっさりとそれを裏切る。金融資産を全く持たない世帯の割合をまず見てみよう。2024年の調査では、2人以上の世帯でおよそ 24% に上る。一人暮らしの世帯に至っては 32.8% に達している。つまり、単身者のおよそ3人に1人が貯金ゼロなのだ。これは決して珍しい例外などではない。年代別に見ると、若い世代ほどその割合は高くなっていく。20代では、実に 36.8% が金融資産を持っていなかった。では、貯金ゼロは収入が低い人だけの問題なのだろうか。ここでもデータは私たちの予想を鮮やかに裏切ってくる。年収1000万円を超える世帯でも約 10% が貯金ゼロだった。高収入であっても10人に1人は貯められていないのだ。つまり、貯金できるかは所得の多さだけでは決まらない。そこにはお金の額とは別の何かが働いている。チャプター2、欠乏が人の脳を変える。その何かの正体に科学が鋭く迫っている。鍵となるのは欠乏と呼ばれる心理状態だ。2013年、世界的な科学誌サイエンスにある論文が掲載された。そのタイトルは、貧困は認知機能を妨げるというものだった。研究者たちはお金の欠乏が人の頭脳に与える影響を調べた。そして導き出された結果は実に衝撃的なものだった。強い金銭的なストレスは認知能力を大きく低下させていたのだ。その低下幅は知能指数にしておよそ13ポイントに相当した。これは一晩徹夜した後の頭の状態に近いとされる。お金の心配はまるで脳の処理能力そのものを奪っていくようだった。さらに興味深い実験も行われている。ある研究では人々に金銭的な問題を想像させてみた。$1500の修理が必要だと聞かされたその瞬間、低所得の人たちだけ認知テストの成績が目に見えて落ちた。お金がない状態でなく、お金の心配を意識しただけである。ただし、この研究の再現性には学術的な議論もある点は添えておきたい。チャプター3、トンネルの中で生きる。なぜ、欠乏は人の頭脳をこれほどまでに奪うのか。研究者はそれをトンネリングという言葉で説明している。トンネルの中にいると見えるのは前方の一点だけだ。周りの景色はすべて暗闇の中へ消えてしまう。欠乏もこれと全く同じことを人の心に起こす。お金がないと人は目先の支払いだけに視野を奪われる。今日をしのぐことだけで頭がいっぱいになってしまうのだ。その結果、未来のための貯蓄や計画が見えなくなっていく。これは視野が狭いという性格の問題では決してない。欠乏がいわば強制的に視野を狭めてしまう仕組みなのだ。研究者はこれを処理能力への風とも呼んでいる。お金の不安が
知能と自制心の両方を税金のように奪っていく。だからこそ、余裕のない人ほど判断を誤りやすくなる。そして判断を誤れば、お金はますますたまらなくなる。貯金ゼロの人は、この狭いトンネルの中を生きているのだ。チャプター4、なぜ宝くじにかけてしまうのか。トンネルの中の心理は、時に逆説的な行動を生み出す。その一つが、宝くじへの出費だ。一見、お金がない人ほど無駄遣いを避けるべきに思える。ところが、現実は全くその逆だった。アメリカのデータでは、最も貧しい層ほど宝くじにかけていた。最貧層は、収入のおよそ 5% を宝くじに使っているという。これは、最も豊かな層の、実に4倍以上にあたる。なぜ、余裕のない人ほど一発逆転にかけてしまうのか。ここでも、ある実験がその答えを示している。人々に、ただ、自分は貧しい、と感じさせるだけの実験だ。すると、その人たちの宝くじの購入額は、およそ2倍に増えた。貧しいという感覚そのものが家計と人を駆り立てるのだ。コツコツ貯めても抜け出せないと感じると、人は一発にかける。それは、追い詰められた心が選ぶ、合理的にすら見える賭けだった。欠乏は、こうしてさらに、お金を遠ざけていく。チャプター5、努力の前に、構造があった。ここまでは、人の心の中の話だった。だが、貯金ゼロを生んでいるのは、心だけではない。そもそもの環境が貯蓄を難しくしているのだ。日本の実質賃金は、ここ数年、下がり続けている。2022年から2024年まで3年連続でマイナスとなった。物価の上昇に給料の伸びが追いついていないのだ。つまり、働いて得たお金の価値が年々目減りしている。貯金に回せる原資そのものが構造的に縮んでいるのだ。さらに、不安定な働き方も社会に広がっている。非正規で働く人は、今や2000万人を超えている。収入が不安定であれば、将来の計画はとても立てにくい。こうした環境は、個人の努力だけでは変えようがない。貯められないのは、必ずしも本人の怠慢ではないのだ。もちろん、個人の選択が全く無関係だというわけではない。だが、その選択の土台にある構造を見落としてはならない。努力を語る前に、まずその土台を見る必要がある。チャプター6、意思ではなく、仕組みで変える。では、この欠乏のループからどうすれば抜け出せるのか。ここで、希望のあるデータを一つ紹介したい。鍵は、意思の力ではなく、仕組みの方にある。アメリカで行われた、ある有名な実験がある。明日はもっと貯めよう、と名付けられたプログラムだ。仕組みはシンプルで、給料が上がるたびに、自動で積立額を増やす。本人が何かを我慢したり、決意したりする必要はない。ただ、最初にそう設定しておくだけでいい。そして、その結果は目を見張るものだった。参加者の積立率は 3.5% から 13.6% にまで上昇したのだ。意思に頼らず、初期設定を変えただけで、人は貯められた。これは、貯金ゼロが、意思の問題、ではないことの裏返しでもある。仕組みさえ整えば、欠乏のトンネルからは抜け出せる。自動天引きや積み立ての設定は、誰にでもできる小さな一歩だ。大切なのは、頑張ることではなく、頑張らなくていい仕組みを作ることだ。エンディング。貯金ゼロの人は、なぜ貯められないのか。その答えは、意志の弱さだけではなかった。お金の欠乏は、人の認知そのものを静かに奪っていた。視野はトンネルのように狭まり、未来が見えなくなる。そして、追い詰められた心は、一発逆転にかけてしまう。その背景には、賃金や雇用という、動かしがたい構造もあった。貯金ゼロは、決して、だらしなさ、だけの問題ではない。それは、見えている世界の違いが生んだ、一つの結果だった。だが、ここで絶望する必要はない。意志ではなく、
仕組みを変えれば、見える世界は変えられる。自分を責める前に、まず仕組みを整えてみてほしい。トンネルの先には、ちゃんと光が差しているのだから。あなたは、お金とどう向き合っていますか？ぜひコメントで聞かせてください。高評価とチャンネル登録も、よろしくお願いします。